1905年、世界最強と謳われたロシアのバルチック艦隊が地球を半周する大遠征の末、対馬海峡に姿を現した。迎え撃つのは旗艦を含む38隻という大艦隊に対し、規模で大きく劣る日本の連合艦隊だった。誰もがバルチック艦隊の圧勝を予想していた。しかし結果は歴史上類を見ないほどの一方的な大勝利に終わった。その裏にはたった一通の電信と一人の提督が下した命がけの決断があった。なぜ生まれたばかりの島国の海軍が世界最強の艦隊をほぼ全滅させることができたのか。今日はその日露戦争の謎に迫っていく記事。前回の動画で見た通り、日本は日清戦争に勝利し、下関条約で両東半島を手に入れた。しかしその直後、ロシア、ドイツ、フランスによる三国干渉で両東半島の返還を強いられた。この屈辱を当時の日本人は餓心昇胆という言葉とともに決して忘れなかった。そしてロシアは返還させたはずの両東半島を自ら占領し、満州から朝鮮半島にまで南下政策を進めていった。朝鮮半島を勢力圏と考えていた日本にとってこれは看過できない動きだった。今回は日露戦争を3つの謎で解き明かしていく。第一の謎、大国への宣戦布告。なぜ日本は真の何倍もの国力を持つロシアに戦争を挑んだのか。第二の謎、203高地の死闘。なぜ日本陸軍はあれほどの犠牲を払ってまで旅順を攻略しなければならなかったのか。第三の謎、日本海海戦の奇跡。なぜ東郷平八郎は世界最強のバルチック艦隊をほぼ全滅させることができたのか。順番に見ていこう。まず第一の謎、大国への宣戦布告について。ロシアの南下政策に対し、日本は当初、外交交渉での解決を模索していた。しかしロシアは交渉を引き延ばしながら、満州への軍備増強を続けていった。一方の日本は、1902年にイギリスと日英同盟を結び、他国を敵に回さない後ろ盾を得ていた。国内には慎重論もあったが、これ以上の譲歩は南下を許すだけだという危機感が勝った。そして1904年2月8日、日本海軍は宣戦布告に先立ち、旅順港のロシア艦隊を奇襲攻撃する。こうして日本の国力を大きく上回る大国ロシアとの戦争が始まった。当時の日本の人口と国家予算はロシアのおよそ数分の1に過ぎなかった。続いて第2の謎、203高地の死闘について。開戦後、日本陸軍にとって最大の課題はロシア太平洋艦隊の拠点、旅順要塞の攻略だった。ここを落とさなければ、後にバルチック艦隊との合流を許してしまう。旅順攻略の指揮を任されたのは、乃木希助率いる第三軍だった。要塞は堅固なコンクリート陣地と鉄条網、機関銃で守られ、日本軍は正面攻撃のたびに大きな犠牲を出した。度重なる正面突撃が失敗する中、日本軍は海岸防衛用の28センチ榴弾砲を投入し、砲撃を強化した。この巨砲の投入が膠着した戦局を動かす転機となった。そして激戦の末に狙われたのが、要塞を見下ろす高台、203高地だった。ここを制圧すれば、艦隊の動きを見渡し、砲撃で構内のロシア艦隊を直接叩くことができる。幾度もの突撃と数えきれないほどの死傷者を出しながら、日本軍はついに203高地を奪取した。1905年1月、旅順要塞はついに陥落する。この戦いでは、指揮官である乃木希助自身の2人の息子も共に戦死している。続く3月の法展開戦でも、日本陸軍はロシア軍を退けたが、その代償は大きく、これ以上の総力戦を続ける余力はもはや残されていなかった。
そしてこの犠牲の先に世界の開戦史を塗り替えるわずか数十分の出来事が待っていた。そして第3の謎、日本海海戦の奇跡について。旅順陥落の方を受け、ロシアは最後の切り札、バルチック艦隊を極東へ派遣する。スエズ運河を日英同盟に阻まれ、アフリカ大陸を大きく迂回する、実に7ヶ月にも及ぶ大遠征だった。1905年5月27日未明、対馬海峡を哨戒していた仮想巡洋艦、信濃丸が、濃霧の中にその姿を捉えた。敵艦隊ミー。この一通の電信が、統合率いる連合艦隊のもとへ届けられる。迎え撃つ連合艦隊は、艦の数でも大砲の口径でも、決して勝ってはいなかった。しかし統合には、一つの秘策があった。敵の進路の目の前で、艦隊を大きく U ターンさせる統合ターン、通称定時戦法だ。一瞬、艦隊は無防備な横腹をロシア艦隊にさらすことになる。まさに賭けの一手だった。だが旋回を終えた瞬間、日本の全艦隊の訪問が、ロシア艦隊の戦闘に一斉に集中した。訓練を重ねた日本側の正確な砲撃と、速射砲の発射速度が、ロシア艦隊を次々と沈めていく。日本の砲弾には、命中と同時に猛烈な爆発と火災を引き起こす特殊な火薬、下瀬火薬が使われていた。一方、7ヶ月の航海で艦底に貝や海藻が付着したロシア艦隊は、思うような速度が出せなかった。2日間の戦闘の末、バルチック艦隊はほぼ壊滅し、日本側の主力艦の損失はほとんどなかった。ロシア側が戦艦のほとんどを失う一方、日本側が失ったのは、水雷艇わずか3隻のみだった。世界中の海軍関係者を驚愕させる歴史的な大勝利だった。日本海海戦の圧勝を受け、1905年9月、アメリカの仲介でポーツマス条約が結ばれた。しかしその内容は、日本国民が期待していたものとは大きくかけ離れていた。朝鮮半島における優越権や南満州の権益は認められたものの、日清戦争の時のような巨額の賠償金は一切得られなかった。実のところ日本にはこれ以上戦争を続ける国力も資金もすでに残っていなかった。しかしそうした内情を知らない国民は、大勝利のはずの戦争で賠償金がゼロだったことに激しく反発した。講和条約への不満は東京の日比谷公園で暴動へと発展する。日比谷焼き討ち事件だ。警察署や交番も焼き討ちに遭い、政府は戒厳令を敷く事態となった。日露戦争の勝利は日本を世界の大国の一員へと押し上げた。同時に民衆が政府に実力行使で異を唱える新しい時代の空気も生み出していた。この動きはやがて大正時代のある大きなうねりへとつながっていく。改めて整理してみよう。日本はなぜロシアという大国に勝つことができたのか。第一の謎、大国への宣戦布告は日英同盟という後ろ盾と、これ以上の情報は許されないという危機感から始まった。第二の謎、203高地の死闘は28センチ、榴弾砲という切り札と、おびただしい犠牲の末に旅順を陸軍が奪い取った戦いだった。第三の謎、日本海海戦の奇跡は、信濃丸の発見、定時戦法、下瀬火薬という、日本側の技術と工夫が重なって生まれた歴史的勝利だった。日露戦争は、日本を大国の仲間入りをさせた輝かしい勝利であると同時に、国民の期待と政府の現実との間に深い溝を残す戦争でもあった。この溝はこの後の日本の政治の在り方を大きく揺さぶっていくことになる。今日のまとめをしておこう。大国への挑戦、203高地での死闘、そして東郷平八郎が起こした日本海海戦の奇跡。この3つが重なり合い、日本は世界の大国へと駆け上がっていった。
日露戦争での勝利をあなたはどう見るだろうか。栄光の絶頂なのか、それとも新たな不満の始まりだったのか。ぜひコメントで教えてほしい。前回の動画もまだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてほしい。次回は大正デモクラシーに迫る。民衆が声を上げ始めたこの国が、なぜやがて軍国主義に飲み込まれていくのか、その真相を解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。